はい、皆さんこんにちは。夢 J2 号です。この動画ではキャプテン翼戦えドリームチームで登場する新たな選手をご紹介いたします。はい、よろしくお願いします。本日紹介するのは12月30日の超ドリームフェスで登場するカルロス・サンターナとカール・ハインツ・シュナイダーのご紹介です。まずはじめにカルロス・サンターナから紹介していきたいと思います。こちら2つ名は数を切る王者の矢となっております。こちらはサッカーブラジル代表公式ユニフォームでも登場となります。今回のサンターナ君の属性は即属性となっていて、ステータスはオフェンス39,903、ディフェンス39,917、フィジカル32,612となっております。チームスキルは海外選手の超覚醒というところで、海外選手の全パラメーターがプラス 23% となります。また特技はペナルティエリアシューターとなっていて、こちら敵陣のペナルティエリア内であればゴールから深い角度や距離があってもシュートの威力を下がることなくシュートが放てるので得点が狙いやすいような特技になっています。続きまして必殺技の紹介で、まずメイン必殺技はサマーソルトタッチドリブルというところで、こちらレベルマックス時の、威力が520で消費スタミナが280というところで、サンターナの新規ドリブル必殺技なんですけども、サンターナのドリブルの必殺技としては一番高い威力の必殺技となります。サブ必殺技に関しては NRS とフルメタルファントムを搭載していて、こちらフルメタルファントムはシュートの必殺技の威力の中で、サンターナの持つシュートの必殺技威力の中で一番高い威力の必殺技となります。潜在スキルについてはまず絆があって、こちら即属性の選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 6% となります。次、必殺技強化のコンビネーション技というところで、コンビネーションの必殺技威力がじゃあ 10% プラスされるのと、あとは必殺技封印が2つついてまして、1つ目がマッチアップ相手のタックルパスカットの必殺技をいずれか1つ封印、こちらは 100% 発動率というところで、もう1個が、マッチアップ相手のタックルパスカットの必殺技をいずれか1つ封印で、こちらの発動率は 80% となっております。で最後に根性ついていて、こちらがスタミナが1以上あれば必殺技を通常の威力で使用できるというような潜在スキルを持っております。サンターナ君の特徴としては、まず絆は即属性の2人っていうところで発動しやすくて、さらにパラメータプラス 6% あるので、かなりバフとしては優秀なのじゃないかなと思います。また必殺技強化のコンビネーション技っていうところで、今ついているサブ必殺技の NRS だったりフルメタルファントムっていうところと非常に相性がいいのかなと思います。さらに必殺技封印ではマッチアップ相手のタックルもしくはパスカットの必殺技を封印することができるので、封印した必殺技に合わせてドリブルだったりとかワンツーを使い分けて、かなり突破力のある、選手になっているんじゃないかなと思います。はい、続きましてカール・ハインツ・シュナイダーのご紹介です。こちら2つ名は天を震わす猛火となっております。こちらもサッカードイツ公式代表のユニフォームでの登場となります。こちら今回のシュナイダー君の属性は技属性となっていて、ステータスはオフェンスで38,405、ディフェンスで28,918、フィジカルが29,975となっております。チームスキルについては、サンターナ君と同じく海外選手の超覚醒というところで、海外選手の全パラメーターがプラス 23% となります。続きまして特技は、ゾーン終盤特化となっていて、こちら試合の残り時間が少ないほどパラメーターがアップするというところで、最大値が 20% でハーフタイム、延長前半開始時、延長後半開始時にリセットされます。なので試合時間の、残りが少ないほどパラメーターがアップするので、試合終盤のここぞという場面での活躍が期待できるような特技じゃないかなと思います。次にメイン必殺技なんですけども、こちらウイニングファイヤーショットというところで、マックス状態の威力が540で消費スタミナが530となります。こちらはシュナイダーの新規シュート必殺技で、シュナイダーの単体シュートの必殺技としては一番威力の高い必殺技となります。またサブ必殺技に関しては反動収束陣ファイヤーとゲルマンコンビネーションがついていて、今回単体の威力だとウイニングファイヤーショットが一番高いんですけども、複数人での必殺シュートはこちらの反動収束陣ファイヤーが一番高いレベルのものがサブ必殺技としてもついております。次に潜在スキルなんですけども、まず絆が技属性が2人以上いると全員のパラメータプラス 6%、 そして堅実な勝利、こちらが全力サッカー発動中にマッチアップで自分と相手が必殺技を選択した時に勝率が 30% 以上かつ読み勝っていた場合、そのマッチアップで勝利する。こちらは GK は除くっていうところと、最大3回まで、こちらの最大3回までに関してはハーフタイムと延長前半開始時にリセットされます。で次にワンツー移動距離強化というところで、ワンツーの成功時に移動距離が、
プラス 50% されます。次にドリブル移動距離強化が入っていて、こちらドリブル成功時の移動距離が4倍となります。で最後にスタミナ消費量減少で必殺技使用時のスタミナ消費量がマイナス 25% となっております。こちらのシュナイダーなんですけども、サンターナと同じく絆がパラメータプラス 6% あるっていうところと、発動条件も技属性2人っていうところで結構発動しやすいので、バフとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。でまた堅実な勝利に関しては発動条件や使用回数にこそ制限あるんですけども、全力サッカー発動中にマッチアップで読み勝ちすることで、ほぼ確実にそのマッチアップを勝利することができるっていうところで、結構全力サッカー中はかなりパフォーマンス高くなるんじゃないかなと思います。なので全力サッカーを使用するタイミングだったりとか、相手との読み勝ちっていうところがシュナイダーに関しては今以上に重要になってくるんじゃないかなと思います。で最後にワンツー移動距離強化とドリブル移動距離強化っていうところで、ドリブルワンツーどちらでもペナルティエリア内に進入が狙えてそのままシュートにつなげやすいっていうところも、フォワードとしてはかなり優秀なんじゃないかなというふうに思います。はい、以上カルロス・サンターナとカール・ハインツ・シュナイダーのご紹介でした。こちらの選手は12月30日の超ドリームフェスで登場するので皆さんぜひゲットしてみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。